皆様こんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回はスルーズの CBT に参加しましたので、どんなゲームなのか、そしてプレイした感想をお伝えしたいと思います。お伝えしたい内容はこんな感じ。1つ目はスルーズって何、2つ目はゲームコンテンツについて、3つ目はプレイした感想。それでは見てまいりましょう。まずスルーズをご存じない方のためにざっくり紹介。開発は中国のアクセス、ジャンルは美少女 3D 弾幕空戦アクション、リリース時期は未定、推測では23年中にはリリースしそうな予感です。グローバル展開は未定、プラットフォームはモバイル、世界観は近未来 SF。 物語の概要は突如現れた天空生物により空を支配されてしまい、それに対抗すべく特殊な能力を手に入れた少女たちで結成されたスルーズ空戦団が空を守るといった内容と、いつも通りの解説をしつつ、本タイトルは美少女 3D 弾幕空戦アクションということで、中国ではアークナイツ級のヒット作となるのではないかと言われており、リリースされたら間違いなく話題性の高いタイトルと思われます。側替えの量産二次元タイトルとは一線を越える作品となっており、力の入れ具合が違います。続いてはゲームのコンテンツについて。大きく7つのコンテンツがあって、メインストーリー、バトル、育成コンテンツ、エンドコンテンツ、放置系コンテンツ、メデ要素、ガチャ。それぞれのコンテンツの概要は、バトル前後にあるメインストーリーパートは力の入ったアニメーション風の演出で展開され、かなり読み応え見応えある内容となってます。すべてアニメーション風の演出ではなく、要所要所紙芝居とのハイブリッドな感じ。紙芝居パートはまだまだ開発中の段階のため、ボイスが入っていない状況です。続いてバトルについて。バトルは4人編成でキャラアイコンをタップすることで入れ替えが可能。弾幕を回避しつつスキルを発動し敵を撃破していくといった感じ。やってること自体はそんなに難しいものではないのですが、このゲームバトルを構成する最大の要素として元素と呼ばれる属性があって、原神をやられている方だったらピンとくると思うのですが、各キャラそれぞれ火、水、風、雷、元能といった属性を持っていて、この属性のスキルを組み合わせることで元素反応を起こし、強力なスキルを発動することが可能となっております。これは決まるとかなり気持ちいいんですが、かなり原神ですね。このゲームシューティングっぽい感じに見せてますが、あくまでもアクションなので弾幕を回避しつつ元素スキルを組み合わせて的である敵を倒していくといった感じ。シューティング感覚でやるとスピード感や爽快感がなく物足りなかったりします。あくまでも弾幕回避スキル的当てゲームだと思ってください。次は育成コンテンツ。育成する要素はよくあるパターンで、キャラ強化、スキル強化、キャラのランクアップ、バフ解放、武器のレベルアップ、アクセサリー強化。この中でいくつか注目する要素としては、キャラのランクアップとアクセサリー。キャラのランクアップについてはお決まりですが、一つのやり込み要素となっていて、かなりド M 仕様となっております。15段階のランクがある感じで、ランクを上げるためにはキャラのかけらが必要となるので、ガチャで入手するか、あるいは探索コンテンツで集めるか、何にしても深い育成要素となっております。もう一つ注目したいのがアクセサリーの要素。装備させることでステータスが上がるのですが、4つのスロットに対して2セット同種のアクセサリーを装備させるか、4セット装備させるかでセット効果を得ることができるため、より良いアクセサリーの入手が必要となっています。厳選要素となっているので結構なやり込みになると思います。さらに育成素材関連のコンテンツはマルチで遊ぶことが可能なので、素材収集がはかどるのと、ついつい他のプレイヤーと遊んでしまうといった沼になっております。完全にソロゲーと思ってたのですが、マルチで遊べる要素があってびっくりしました。このマルチで遊べる要素があるってだけで結構な幅が広がりますよね。その仕組みがある時点で、今後降臨ダンジョン系のボス戦をマルチで遊べるとかできちゃいますからね。これからが楽しみな要素です。続いてエンドコンテンツ。大きく3つ、ストーリーハードモード、高難易度ダンジョン、サブクエスト。ストーリーハードモードをクリアすると初回のみ石がもらえる仕様、それ以外の報酬はないので、一度クリアしてしまったら繰り返し遊ぶ必要はないです。次は高難易度コンテンツ。10階層まであるダンジョンで、1階層3ステージでパーティー固定制となっていて、深層に行けば行くほど不利な条件となり攻略が難しくなる仕様。結
構難易度高めに設定されているので、しっかりと育成しないとクリア困難となります。続いてサブクエスト。フィールド上に散らばっているメインストーリー以外のクエスト群で、石はもちろんキャラのかけらや高ランク武器を入手することができます。キャラのかけらステージではキャラの深掘りストーリーを見ることができ、キャラをより知るためのクエストとなっています。また、武器収集クエストや石回収クエストは周回要素を備えていて、1クエストを数回クリアすることで報酬を獲得できる仕組み。報酬が結構高めなので、周回する価値はあるのかなといった感じです。次は放置系コンテンツ。放置と言いつつもやることは多く、放置とミッション攻略のハイブリッドなのかな。さらにマルチの要素があって、最大3名を自分のパーティーに参加させることができて、効率的にミッションをこなすことが可能となってます。このコンテンツ、放置することで専用ミッションが解放され、解放されたミッションは個人でクリアするクエストと、パーティーの誰かがクリアすれば良いクエストの2種類があって、制限時間内に全てのミッションを攻略すればステージクリアとなり、大量の報酬を手に入れることが可能となります。結構この制限時間っていうのがだいたい5日間設けられているので、時間はあるんですが、ここ数日やってみて思ったのは、パーティーの誰かがクリアすれば良いクエスト、誰もやらないよね。無言の押し付け合いとなってます。こういうのもね、ありがちなんですけど、ギルド的な要素があると結構面白いのかなといった感じ。続いてはメデ要素。このゲームメデの要素は結構薄く、箱庭要素もなく、できることといえば料理を出して親密度を上げるといったことくらいしかないので、チビキャラがわちゃわちゃする要素がなく、ちょっと硬派な感じになってます。ある意味もったいないかなと。ここまでキャラを売りにしているのに、キャラに対する遊びの要素があまりないのは残念かなといった感じ。続いてはみんな大好きガチャについて。種類は3つ、定常ガチャ、武器ガチャ、ピックアップガチャとなっており、武器ガチャ以外はなんとヤビ鍋方式です。排出確率はこんな感じ。星5は 0.85%、星4は 5.1%、星3は 94%、星5でさらにキャラが出る確率はかなり低いのかなといった感じ。というか全く出ません。ちなみに星3キャラというのはいないので武器しか出ないです。かなり渋めです。一応最低保証があって、10連で星41体確定、90連で星51体確定となってます。ここまでが基本的なゲームの紹介になるのですが、プレイした感想としては可もなく不可もなく、コンテンツ全体を通してみてもよくある内容かなといった感じです。そこに弾幕回避と美少女を乗せてきているので、新しさが感じ取れます。ただありすぎやアイギスに近しいものはあるのですが、あそこまでキャラ操作が軽い印象はないです。ストーリーパートではアニメ調の演出が頻繁に発生するので見ていて飽きないんですが、たまにある紙芝居パートはもうちょっと力を入れる方が良いかと思いました。キャラが小さいっていうのと、なんとなくね雑なんですよ。雑なんだよね。構図なのかな、なんか全体的に雑だなといった感じです。バトルについては第3章後半くらいまで行くと結構面白いなといった感じになります。逆を言ってしまうと序盤があまり楽しくないです。なぜならこのゲームシューティング要素の強い内容ではないので、スピード感や爽快感といったものが得にくく、基本敵はあまり動きのない感じで的になっている状態が多いので、そこから弾幕を避けてこちらのスキルや共鳴スキルを打ち込むだけとなってしまいます。特に序盤は弾幕というほどでもないので、ただただ的を射抜くだけの作業となってしまい、結構苦痛でした。これはほんとマジで回収した方が良いかなと思います。 FTUE が得られないので、スマホゲームとしてはかなり致命的だなといった印象です。途中離脱する人多いと思います。あとメデ要素ですかね。全くメデの要素がないので愛着が湧きにくいです。これだけキャラに力を入れてるにもかかわらず、メデ要素については雑な感じなんですよね。そもそもメデの要素に力を入れないということであれば、バトル部分をもっとしっかりしないとやばいですね。
このゲーム売りは美少女と弾幕というところにあると思うんですが、現状ではどちらも中途半端に仕上がってしまっているので、売りの要素に対してクオリティが担保できてないと思われます。といろいろと言ってはおりますが、リリース時期はまだまだ未定なので、しっかりと残された時間で改善してもらえるとありがたいです。ということで今回はスルーズについてコンテンツ概要からプレイした感想をお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。まだね全部遊びきれてないので、今後もちょいちょい動画出していきたいと思います。チャンネル登録はお任せしますが、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。